こんばんは。こんばんは。こんばんは。すごい、こんばんはって。こんばんは。こんばんは。あ、入ってきた。聞こえて本日のゲストは中井智さんです。イエーイ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。念願の念願のサバネア。サバネ登場だ。いえ、3時間前ぐらいに直談判しました。私はいつ参加できるんですかみたいな。みたいな。出てくださるんですかって言ってね。なんか本当は5話そう。に、そうだね。ちょうど熱いシーンがあるので、熱いシーンがね。それをね一緒に見たい、ね見るなら私でしょうっていうはい。言ってましたね。ことだったんですけど、なかなか連絡が来ないもん。ごめんごめん。意外と待ってくれてる。意外と可愛いしっかり詰められる。可愛いな。大変失礼しました。ちょっとなんか毎回この謎の自転車操業になっててですね、ベースがそうなんか毎回大慌てで、計画でできますかみたいな。そう。まさかキャストの方にこのスケジュール感でお願いするわけにはと思ってたんですけど、3時間前で出てくださったということで、ありがたい。ありがたい。ありがたい。なんかめっちゃ熱く主張してくださってるそうじゃないですか、中井さん。ねえ、野球部テンションで。リスナーになった。中井さん、リスナーになってます。中井さん、なってます。もう一回スピーカーとしてなんでリスナーになっちゃったの？さっき、私聞こえてましたよね。枝さんも聞こえてました？お声。聞こえてたんだけど、聞こえてましたよね。私の幻聴じゃないですよね。いたはずなんだよね。いたはずなんですよね。ね。もう一回スピーカーとして招待を押したが。で、リクエストして入ってきて。あれもう一回招待してみよおさきとは違うタイプの事故だね。そうですね。いや、入れた。どうですか？行けました。行ってました。行けました。はい。よかった。怒っちゃったのかと思いました。ねえ。はいちなみに熱く主張してくださってるということで。そうでしたっけ？嘘。そのけやめてよ。赤いびっくりマークで来たやん、私に。はい。赤いびっくりマーク5個ぐらい使いました。5個ぐらい自分見てます。そうでしたっけ？すごいな。はいな。心乱される。いやー、さすが。さすがですね。いや、今日は自分生かしてください。いやいや、自分中井さんのその自分呼びすごいっすね。熱い。なんか大会系なんですよね、はい、意外に自分ね。やれます。自分やる。だってさ、この直談判してきてさ、これってちょっとマネージャーさんとかに連絡こっちがした方がいいよねって。自分聞いてきますって。自分自分って。その方が早いんで。いや、間違いないんですけど。あれ水槽さん聞いてんの？水槽さんリスナーですね。やばそう。すごい。いや、うわ私今日水槽さんとなんか会いますかみたいな予定を、はい。あさってからインのドラマの準備間に合わなすぎて断った。はい。失礼いたしました。すいません。これはね、もうちょっとすいません。家でね、パッとやります。すゲストさんも入っていただく、無理かな、ちょっとそう。ちょっとあれか、ちょっと恐れ多いか、すいません。はい。中井さん、ちなみに6話まで、はい。どうですか？好きなシーンありましたか？いや、そんなのはいっぱいありますよ。すごい、すごい急に。ガチでテンションが、すいません。いやね、いやでもなんかもう 6話見て、好きだったシーンちょっと一回忘れましたね。なるほど。乗り越え
なんか塗り替えちゃったって感じですか？はい。今もう6話で頭がいっぱいですね。おー。結構ちょっと6話、別種の衝撃ありましたよね、今までのいや、本当1からに。5とは違う。だから本当に今日出たい、自分やれますって言って来てますけど、見ながら何にも喋れないかもしれないです。そうだね。普通に同時視聴してる人じゃん。中井さんと一緒に見てる気持ちにはなれるってやつです。空間をね、共にできるんだね。いや、でもちょっとわかる気がしますね。私も6話ちょっと、それもあったんですよね。迷ってて。なんか喋れるかなみたいな。ちょっと、確かにね。そう、一応回しながらなんですけど、まあね、ちょっともはや裏話を話すという可能性もあるという。確かに。やった方がいいかもしれないな。ここで言葉を発していいものかっていうシーンばっかりじゃないですか。本当にそう思います。確かにね。確かに。結構極限まで音楽とかも削って、なんかしましたよね。割と。ね、本当そうですね。でもなんかね、私、あれ、スタジオで音やってるじゃないですか、音の。はい。で、やっぱ昨日テレビで見て、なんかこれ重低音聞いてたからめっちゃ強かったし、やっぱテレビだと重低音若干こうカットされるじゃないですか。その後私今日一回自分のヘッドホンで見たんですけど、ヘッドで聞いて、はいはい。ヘッドホンだと重低音担保されてたから、かなりなんか重圧が違くて、なんか確かに。いい。皆さん実はどうやって見てるんだろう。確かに。気になるところです。意外とだからヘッドホンをお持ちの方とかイヤホンでもいいのかなの方が、もうちょっと録画がいい意味で重たくなるかもとは思いました今日。ヘッドホンで見ようかな今日。中井束音さんとおさけことはさん、体育会系な小型犬と大型犬のようって書いてます。確かに。犬系だ、みんな。小型犬？そうでしょうね。そうでしょうね。でもあれやから、早苗、あいつも確かに男前なんで。確かに。ずっとお子ですもんね。ずっとお子だし、素も割と、なんか、ここで話していいのか分かんないけど、友達いなすぎて。そうなんですか？友達がいないのが悩みって急に打ち上げの時に言って、そしたらおさきも私も友達がいないって言って、結構内面が男前の2人がいて、ご飯に行ったらしいです。2人でですか？ちょっと待って、なんか今の言い方はちょっとなんかちょっと違う。なんからしいっていうのを、早苗から聞きました。よかったね、お友達できてって言って。ね、私も友達あんまいないんですけど。じゃあ参戦しよう、そこに。なんかあれですね、その直後っすよね、多分。私が死ぬほど酔っ払ってて覚えてないんですけど、なんか。そう、2次会？そうですよね。2次会行って3次会が2人だったんじゃないかな、そのまま。そんなに行ったんだ。いいですね。そう、すごい、なんかめっちゃ嬉しそうにしてた。私友達ができました、江田さんって言われて。よかった。なんか全然ドラマの中では。そう、確かに。確かに。ね、バッチバチなのに。でもなんか、キャストの方って、お友達いないとおっしゃる方多いですよね。めっちゃ多いよね。でも、そうなのかな。あえてですかね。本当、いや、そうか、そういうことか。本当じゃないの、みんな本当は。本当はいるの。友達の定義が厳しいのかな、それとも。なるほどね。みんな、ある程度知り合いは多いじゃないですか、多分。確かに。だからこそ。でも友達だと思ってくれてる人がもし聞いてたらすごい悲しいですね。友達いないんですみたいなのを言ってるのを聞いたら。確かに。だからあれじゃない。数限られた友達なんだわって思う可能性もありますよね。確かにそうですね。ポジティブに。確かにね。
でもこう友達ライバルみたいな気持ちもどっかあるのかしら。あるのかしら。同世代とかだと。中井さんって束ねみあるんですか？なんか友達に対して。束ねみ、どうだろう。でもなんかあれですね。その好きなよう結局は好きなようにしたらと思いますね。束ね束ねだ。束ねだ。私の人生じゃないのでって思います。束ねだ。単位危ないんだよねみたいなことはない。社内ですね。めっちゃ怒ってるなみたいな。落としたら落としたでまた自分で頑張ればいいんじゃないって思いますね。束ねだ。それが優しさなのかわかんないですけどね。でも一番優しいのかな、意外と。見方によりますね、確かにね。そうだね。なんか結構この作品のその琴葉以外の3人面白いっすよね。持ってる優しさの定義が違うよね。そう、面白い。ね。全員優しいは優しいじゃないですか、根源が。本当に。でもなんか表現方法が真逆なんですよね。いや、確かにそうなんですよね。ね。ね。なかなかね、恋愛以外のなんか人間関係で、なんか意外なこの、なんていうんですか、グラデーションができてるのが面白いですよね。いや、面白かったし、なんか脚本の時もそうしようみたいな感じではありましたけど、実際やっぱりキャスティングしたら意外と皆さんハマって演じてみたらこんなにグラデーションになるかと思いましたね。なんか5話で私の恋人ってめぐみちゃんが紹介した時あったじゃないですか。あそこよかったな。私はそのめぐみちゃんと琴葉ちゃんを見てたんで、さなえちゃんがどんな顔してるか知らなかったんですけど。ああ、そっか。あんな怖い顔してたんだと思って。まばたきしてって感じだったよね。あれさ、あのシーンの時にさ、映ってないけど、早苗をさ、はい行きますよ、はい行きますよ、はいはいって言ってる声がちょっと遠くなってくのを、すごいスタッフがずっと監督これ絶対最後まで使ってくださいね。使ってくださいねって現場に言われて。もうね、ほんとファンクラブ状態。もうマジでみんな好きだった。いや、あそこなんか使われてないかなって思ってたんですけど。いや。声だけね、聞こえてくれてたんで嬉しかったです。ストップボス。もうね、もう炸裂してて最高。最高ですね。もうなんか束ねのシーンになるとうちのスタッフたちがこうもう腕ぶん回して束ね来たみたいな感じ。来るぞ束ねって言って。みんな全力で癒されに行っていた。そう。滝みたいな。マイナスイオン浴びにこう前のめりになることあるんだと。どういう状況なんだよ。みんな疲れすぎでしょ。そう結構ね、その6話以降がやっぱしんどいシーンが多いから、いや、そうね。確かに。本当にね。なんか結構やっぱ6話って公式も煽ってましたけど。すいません。いや、なんかでもやっぱ改めて見て、もう1話から5話とは全く違う方に飛んでったなみたいな。ほんと。でも枝さんは炸裂してましたね。私は多分この6話以降のために呼ばれてるぐらいの気持ちで。いやでもそうっすね。好きにやってくださいスタンスだったので、コルミっていうか。本当にほぼ何も言われなかった。はい。なんか綿飛ばしますって貧相な発想だけなんか枕叩きつけた綿とか言ってなんかやらないっすねとか言って。そう雑みたいななんか青い花に変わってた時にちょっと本当赤面でしたね。いや赤い綿の下品さやばくないと思って私の枝さんでよかったって思いました。でも結構6話もう見るし多分見てらっしゃる方がほとんどだと思うからやっと話せますけど、こうその花を降らす
はい。やっぱりそのイメージシーンというか、あれは割と我々夏からずっとこれをどう視覚的にやるかってことはなんかこう割とああだこうだ言ってましたよね。そうですね。なんかね、その妄想って回想っていうかね、なんかそれだけじゃない、現実に現れるこの心象風景のなんかこう表現みたいなのをね、ちょっとその映像ならではのやつをやれたらいいなとか言って。そうなんですよね。だからなんか5話は私セブンを引用したって言いました。そのお花はスコセッシのシャッターアイランドからちょっといただいて、それはデカプリオが確かトラウマガってなる時に赤い花びらがバーって逆再生してバーって上がっていくみたいなとこがあった時に結構えぐいシーンなんだけど、こうなることでいい意味でこうなんか刺さるなみたいな話をなりましたよね。そうですね。そうだ。それの赤から来てなんか綿の赤とか言ってたの私が。そうだわ。恥ずかしいわ。恥ずかしいですよ本当に。でもなんかこうすごいしんどいシーンでしたけど撮ってる。でもまああるあるですけど、もちろん緊張感もあるけど、ほらホラー撮ってても現場がホラー感あるかっていうとそうじゃないとか言うじゃないですか。割と明るく撮ってるとか。はいはい。で割とその花びらのとことかみんななんかこう深海みたいな照明作って。だからみんなこう深海モードっていう名前をつけてましたよね。そうですね。じゃあ深海モード行きますみたいな。はい、深海モードとか言ってやってましたね。そうですね。割とパキパキやってた。急にね、深海モードだと人がめっちゃ増えるみたいな。花体と深海モード体と。上村さんが花のプロで。花プロ。花ね。もう3人4人体制でね。目をカピカピに乾かせながらね、まあ、目の前に落とすのとかなんかもう震えましたもんね。いや、そうだよね。ね、何回もやるお芝居でもないから。ないしね。やらせらんないから。上手でした。ありがとうございます。鈴木さん自ら最前線で。花を振らす。ないよ、曲 P がやることないのよ。楽しかったな。楽しいとか言ってられない感じでしたけどね、ちょっとね。そのみんな神妙に。そうね、そうね。かなり6話のシーン撮るときはやっぱさすがに現場も。そうっすね。神妙に振らしてましたね。こんな芝居中に花で NG とかも最悪だもんな。いやもうでもこの6話の時は相当プロになってましたよね。確かに全員うまかった。みんなうまかった。確かに。全員の息ぴったりな感じで絶対誰もミスれない空気も。そう。マジですごかった全員。よかった。そんな裏話しながら見ます？言いますか。見ますか。いやでも中井さんがいなくなっちゃうんだよな。始まったら。絶対いなくなる。ふーとか言ってくさたまに。います。いる？いる？って言います。わあ、そうだ、バレンタインですね、しかも。あ、そうだ、本日バレンタイン。すごい切り込みいくじゃん。急にね。ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。うわ、いい声。いい声だな。中井さんいい声ですよね。ね、この声がいいよね。せせらぎみたい。でもみんないいですよね、なんか。確かにね、それぞれ。確かにな。いやでもやっぱね、ともちゃん現場で見てて思ったけど、こういやもう脳内で私束ね作ってはいったけど現場で見ないと分かんないじゃないですか。だからなんか違ったら割と私細かく調整するめんどくさいタイプなんだろうなって分かってるんですけど、ともちゃんに関しては解釈一致すぎて。本当にこれほぼ何一つ修正してなくて、ちょっと、遊んでくださいはなんか非常にしつこく言ってしまったけど、でもそれ以外のやっぱね細かいんですけど、顔の動かし方と視線の動かし方と瞬きの速度とかが完璧で、
なんだと。本当に完璧なんですよ。変なところすごいじゃない。絶対しない。全部じゃないいや、全部なの。褒められちゃって。褒められて。だからさ、目口がずっとせかせかしてるじゃん。ああだこうだこう。忙しい中で束ねてずっとこうゆったりとした流れで、その対比をすごい見せた、とりあえず図書館のシーンとか見せたかったんですけど、あの時とかのなんか束ねがずっとこうゆっくり視線を動かして、めぐみがああだこうだ言ってるのを一回考えてから、うんって言ってまた喋り出す感じとかが、なんかもう、ありがたすぎて。すごい。素晴らしいなと思って。いやでも本当なんか束ねってこういうキャラだったんだって中井さん見て思いました。なんか他のね写仙道先生の作品にも出てこられたりする役ですけど、なんかコルミノの原作でも読んでて、でなんか一番そういうことかって思いました。中井さんのお芝居で。すごい。このニュアンスだったんだって思いましたね。ともちゃんは台本読んでもうそうだなと思ったの？あれ今今リスナーになってる。嘘でしょね。なんでリスナーにねおなりになられて。どうしてよ。話振ったらいないよ。これ大丈夫なのか。やばい、心配になってきた。新しい出たり入ったりするタイプ。出たり入ったりしてるね。皆さんすいません。ハッシュタグコルミノで投稿していただけたら私たちたまに拾います。はい。見てます。はい。戻ってきたともちゃん。まだ来てないですね。不思議だな。不思議だ。ここも束ね。来た。自分やらせてください。いや別にクビにしてないから。自分から舞台降りてんのよ。すいません。自分やらせてください。まだやれるんで、まだ見てないんで。まだ見てない。やばすぎる。自分やらせてください。ご一言目にして復活するのやめてもらっていいですか。我々がクビにしたご自身です。いなくなられた。私ですか？私ですよ。こっち切り替えたりしませんもん。どこを押しちゃったんだい。どこ押しちゃってるの？ちょっと何かを押してらっしゃるかもしれない。2回。一応ね、ともちゃんが消えちゃった時に私はその空に向かって質問したんだけど。そう聞こえてましたよ。聞こえてはいたんだ。7でもね。で私も喋ってましたけど、多分。空に向かって喋ってたんだ。そうです。お互いに空に向かって喋ってましたね。いや。誰が悪いん？やばい。自分やらせてください。やばい。やばすぎる。あれですよね。束ねのね。そう。台本読んだ時、これでやろうみたいなのあった。台本読んだ後に原作読んだんですけど。そうなんだ。なんかすごい原作の方がやっぱり描写が多いから、そこですごいいい描写が多いじゃないですか、束ねという女の子について。いい。すごい綺麗な言葉だったり、そのめぐみちゃん目線の束ねがどれだけその魅力的な女の子かっていうのを、結構綴ってるシーン、なんか場面が多かったから、そんな魅力的な女の子をできるだろうかって思ってたんですけど、でもなんかその雰囲気とかはなんかこんな感じだろうなっていうので初日行って。いやもうバッチシです。世界古典文学論。そうだ、世界古典文学論その2、その1。世界古典文学論1か。1だけ。そうだ。それが初日ですもんね。束ねのね。うわ。あれからもう急にスタッフのマイナスイオンモードになって。やば。
った世界古典文学論1だねがみんな好きすぎて。好きすぎて。ね、もう一生多分言うことないセリフですけど。言うことないセリフだよね。間違いないです音ね。源をくれと言われましたね。もう誰か目覚ましにしてくれるかな。ごめん、変なとこ突っ込んじゃった。私は束ね衣装合わせの時から結構衣装も束ね独特じゃないですか。はい。うんはい。なんかあれもこうパッと見つかめない何が好きなんだろう感が分かりそうで分かんない感じがいいなみたいには言ってて、中井さん衣装合わせで来た時にぴったりだと思って。年齢不詳な感じっていうか。ほんと。いるともちゃん。ちょっと待って。嘘だろ。リスナーになってる。ねえ、なんでだよ。ねえ。こんなことありますか？どうしてそんなのらりくらりするの？ちょっと待って。もうしんどい。やばいな、6はこんなテンションで始まるのか。皆さんハッピーバレンタインなのに。本当ハッピーバレンタインで6話っていうのもあれなのに。本当に。面白すぎる。やばい。面白すぎますね。ちょっと他作品で大変恐縮なんですけど、ファンの方が結構被ってくださってる気がするので、あやひろの、ブルーレイと DVD が、本日発売になりました。はい。帰ってきた。すごい。もうだからやらせてくださいって言ってるじゃないですか。やばすぎる。戻り方完璧だよ。マジで。なんて怒っていや、ほんとすいません。いや、電波ですね。ちょっと今日お腹痛いな。そこ6話見るテンションじゃないんですよね。いや、もういけます、多分。これ以上電波は。本当かな？いけますか？なんかやらせてくださいって言ってるじゃないですか。やばいな、もう。お笑いできんだな。そうですね、ほんと。ずるいな。ずるいな。全部持ってんな。ずるい。ほんとに。やりますか？じゃあもうちょっと見ましょう。見ましょう。もう怖くなってきたから。じゃあ皆さん TVer の用意してください。そうですよね。そうですよね。そうだよね。ちょっとね、テンション的には。なんか再生場面がね。ね。美しくて怖いですね。ね、ちょっとサムネもね、綺麗ですよね、今回ね。ね、いいサムネです。よし、じゃあ皆さん準備できたと思いますので。じゃあ中井さんに掛け声もらおう。3、2、1ではい3、2、1はいっていう感じで中井さん言ってください。では掛け声お願いします。はい、いきます。はい。3、2、1。無音だった。いい声でした。いい声です。そう、初手これなんだもんな。そうなんだよね。その時見た彼女はゾッとするぐらい綺麗だった。彼女を呼ぶための名前を。このモノローグいいよね。いいですよね。ね。いやいいですね。いやこのセリフが6話にして来るっていうのがすごい切ないですね。切ないよね。こんだけ一緒にいて好きなのに名前を知らないんだもん。Call me by no name ですね。いや本当に。
かわいいオープニング。ね。もうオープニングが一番明るいかもしれない。このはCM 入っちゃった。入りました。CM 入った。中井さんいつもどうやって見てるんですか？私、カンパケでも来ますもんね。はい。カンパケと、あと TVer で。わ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。音量ってどれぐらいで？でもその感じでいいかもしれないです。はい。逆には確かにこれがなんか中井さんからドラマの音が出てればいつリスナーだったか分かりますねって書いてる人いる。頭いい。本当はそれだわ。中井さんからの音が聞こえなくなったら消えたんだ。またもう消えないんで大丈夫です。だよ。すごい自信あるじゃないですか。そう自信ある。いや、でも結構6話は割とダークな部分に切り込んでいくから、その照明技師の方とも、やっぱコート派の部屋のカーテンの開き具合、顔が見えたり見えなかったりを目指したいって言われて、最高だなドラマでそういうこと言ってくれると思って。確かにな、すごいですね。始まりました？いいえ、まだベンザブロックです。私もです。しっかり言わないんですか？やば。始まった？来ました。おい。再生。佐藤さんだ。いやー、最高だな。最高ですね、玉尾さん。普段もとても素敵なお方でした。いや、本当に。すっごい空き時間が出ちゃった日があったじゃないですか。で、玉尾さんを何時間も待たせるなんてどうしようと思ってたんですけど、すごいイチョウの綺麗な並木道でたくさんお写真撮られてて、マネージャー素敵ですね。その姿がすごいと思って、なんか癒しでしたね。いや嬉しそうだ。佐藤さんって何日ぐらいだったんですか？確かに何日だ？でも3日ぐらいかな。小分けにしてたからね。でも4日か ?4 日か？ちょっともう記憶おぼろげ。すみません。なんか空が多いっていうのがしんどいって初めてです。いやー、これ撮ってきて私思いました。雲一つなかったんだよ。本当ですね。そうなの。こういう時晴れてきついよね。でもこの琴葉がこう、うちじゃないのがね、ここね、私なんだよね。本当に。このね、熱視線。どういう感情っていうのがね。そう。あれってね。ちなみに6話から衣装の色がいやそれ黒になってます。一気にね落ちてきちゃって色が。そうなんです。色を落として。これいいとこにミラーありました。何ですかこのカット。ね、好きなんです。出た。原作にはねありますけどね、この生活すべてがゴミかと思うような。なんか家っていうテリトリーに入れてるはずなのに、どんどん遠ざかってく感じが。本当ですね。アンバランスさがしんどいですよね。あんだけ目口んちでくつろいでてね。本当ですよ。好きな人の家に入ってこれなんだもんな。もう踏み入れちゃってるような完全に。
このバックショット好きです。いやー、そう、これがどうしてもやりたくて、ここにもう初めからこの飛行機の音を入れると。そうなんですよ。飛行機の音がいいですよね。そうですね。なんか飛行機の音ってこう、なんかざわざわしません？この下界をシャットアウトして。そうなんです。このね、目がパチってなる瞬間がいいよね。ね、完全に切り替わっちゃって。ね。いや、そうね。このワンカットで行ったのも良かったね。そうっすね。これ緊張したな。緊張したね。やっぱ結構強くこう壁に打ちつけたりとかするから蹴らないようにとか、リハーサルしましたよね。そうっすね。そう、インティマシーの方もだいぶもう目の前に来てくださって、なんならね、ちょっと一緒にやってみたりして。そうそうそう。やっぱお芝居になっちゃうとね、こう熱入っちゃうから。そうっすね、そうっすね。一回段取りっぽくね、あえてね、ここでこうしてとかやってやらないと、そう気持ちが入っちゃうと飛んじゃってるから。いやー、1話の時と全然違うのがね。本当ですね。琴葉が笑ってない。ねえ。悲しい。いやでも受け入れるしかないよね。はい。ゴンゾーだ。ゴンゾって言うとさ、もうハワチになっちゃうから。ました。幸せな思い出なのにな。そうなんだよ。いやこのね、花降ってくるとやっぱり完璧だったね。ありがとうございます。本当。この深海のタイミングも完璧。完璧。すごい。うわー、これは枝さん炸裂してるわ。これ奇跡的にお咲の目に片目に花びらかかっちゃったんですよね。そう。これが最高だったね。よかったですね。本当すごい。かかっちゃったあっと思ったけど、いやこれがいい。あれはこれあれですよね。画角というかね。ちょっと変えて。そうなんですよ。これはね、シネマスコープっていうちょっとまあシネマっぽく。これ録画むずいっすね。ちょっとやばいね。全然喋れないね。喋れないわ。見ちゃうし。でもまあこっからはね、ちょっとね、まあそんなことないか。でもね。まあね。でも割とこのシーン本当にゆったり撮ってたから、正直現場でこれ編集20何分収まるかなと思いながら。気使ってんのが目口からなるもんな。いやそうこれさ1回目さ工藤ちゃん撮った時結構大号泣しちゃったじゃん。そうですね。大号泣していやすっごいいいお芝居だったけど、ちょっと話し合って多分ここ目口が泣いちゃうと、ダメだねって言って、もう一回トライして、ここはやっぱり一番傷ついてる子の前では
泣けないんじゃないかなみたいな話をして、だからその後にぐっと耐えてもらって、ギリギリのお芝居って感じです。ね、指で髪の毛裂いてるんですね。そう、裂いてるんだよね。川崎さんだったかもしれないですね。なんか言ってました。そう。なんか髪の毛を裂いてるね、なんかそんな気持ちに。やっぱコルミのもう1話からずっと手のお芝居を入れてるじゃないですか。なんかこの手がつながったりつないだり離れたりみたいな。6話も結構それが。めぐみ呼びなのにな。一緒なんだよな。本当はめぐみって呼びたいんだろうな。このセリフめっちゃ好きです。わかります。言い方、ね。言い方がなんか、本当になんかまだ何があったかは分かりきれてないわけじゃないですか。想像を絶することはあったことだけは分かるから、こうどういう言葉を投げたら超難しいですよね、こっちの側だったら。ああ、その手ね。ね、4話では話されちゃったけど、絡みに来たよね、自分から。私この俯瞰のカット好きなんですわ。私もめっちゃ好きです。めっちゃいいよね。俺めっちゃ好きですね。このラブホの時もやったけど、ラブホとはまた違う。ラブホの時は目口が残るけど。それこそ照明技師の日平さんは、俺超好きだって言ってましたよ、あの時。マジか。このやっぱ撮影技師の佐藤さんにも、綺麗に最後ツーショット収まった方がいいって言われたんですけど、いやこれなんか収まんない方がというか、普通だったらね収めたくなりますけど、いやこれなでもなんとも複雑なこのCM いやね、抱きつかに行き方もなんかな。ね、なんかめぐみちゃんがだんだん強くなって本当ですね。からこそ琴葉ちゃんの弱さがなんか、いやいいな。誰かといることで弱くなるタイプじゃないですか、琴葉ちゃん。そうだね。でもそれがなんか見えてるのがちゃんとめぐみちゃんに心を開いてるから、だろうなってこっちはわかるけど、自分ではこのコントロールできない感じがもどかしいですね。私全然他作品ですけど、チェーンソーマン好きなんですけど、チェーンソーマンのデンジ君が最初無敵なのって何も持ってないからじゃないですか。友情とかいろんなものを得たことで弱くなっていってしまう怖さみたいな。琴葉も愛情を知ってしまってこう
再開してない今だと思っちゃう。まだ大丈夫です。なんかね、その感じが、やっぱり愛を知ると弱くなるっていうのが、リアルだなって。だからなんか何事にも執着しないことをちょっと美徳としてる節がありますよね。あることは。あとなんかやっぱ幸せになるのが怖いんだろうな。そう。幸せ恐怖症ですね、完全に。ね、再開しました。お、ほどけだ。いやー。シュンとしちゃってんだよな。ことはそらそうだよな。何がってすっとぼけてんだよね。ね、私そうなんですよ。ここのセリフが一番悲しいですね。ね。いや、ノリノリだった悲しすぎる。いや、もうだって1話であんなこと言っといて。気遣いすぎだよ。でもなんかもう、なんという優しさなんだろう、いやー。ノリノリね。関係ないけど、ポップコーン好きすぎるよな、この二人。ポップコーン買ってんだよな。関係ないですよ、本当に。こんなことある。すごい。会えた時みたいに言われてる。失礼しました。はあ、最高だな。これなんか結婚しようって言って超タイミング後ろに車とかバーって流れる好きで、なんかこの2人にとってはすごく切実なシーンなんだけど、社会は全く関係なく動いてるっていうか、なんかそこがすごく見せたくて。いいですね。私この後ろの高層マンションたちが好きです。いいですよ。なんか、いや、まあ、言ったら家族の象徴じゃないですか。そうなんだよね。マンションってね、なんか、そうなんだよね。これすごい切なくて、私はそういう意味で。現場でも。そうそう。器用だよな。器用だね。絶対作れない。ね。ゴミじゃんって。こういうこと言っちゃうんだよね。なんとかね。なんとかこう踏み込まないように保とうとしてるね。これ多分受け入れらんないんだよね。ずっとそばにいて。いい顔だな。かわいい、プンプンしてる。強い。強いよね。傷ついちゃうよね。ゴミじゃんって言われたら。何の意味もないって言われて。言われちゃう。そこでプンプンできちゃう目口が優しい。ね、まあある程度やっぱり分かってらっしゃるんでしょうね。そう。普通だったら傷つくけども、琴葉が本心じゃないのも分かってるから。そう。
いや、私ここも好きだな。私も好きです、ここ。ちょっと本音じゃん、ポテファがやっと。ね。珍しいですよね。いや、そうなんだよ。だからしんどいんだよ。なあ。これ。6話のこの後は多分ここで決まっちゃってもいるんだろうなっていや思ってた、そうだね。普通だったらこっから上がっていくみたいなさ。そうなんかもう決めちゃったんだろうな。決めたよね、今歩いてる時に絶対。そうだと思います。ありがとうと伝えようというようなね、今。いやー、ここのね、2人いいよね。めっちゃ可愛いっすよね。現場でもわーってなったよね。ね。いやー、もう幸せをスローにしないでくれ。ここのね、かかってる音楽はね、1話で琴葉が手をつないで2人でスローで走ってるとこの音楽なんですよ。いい笑顔するな。いやー。ね、楽しそうじゃんか、はーって思うのにな。いや、だからこそなんだろうな。CM です。ね、ちょっと待っちゃったね。そうなのよ、もう。やば。これ急になんか普通に身に詰まされる女。いやー、なんかその、苦しいシーンより幸せなシーンの方がやっぱしんどいですね。なんか6話に関して特に。そうなんですよね。確かに。いろんな種類の笑顔がありますね、琴葉ちゃんは。本当ですね。ちょっとこうね、優位性に、なんていうか、余裕ぶってますみたいな笑顔だったりもするし。あ、再開したがまだか？まだだね。今、喉から。オッケー。喉から。中井さんずっと便座バロック流れてるんですかね。なんだ、風邪ひかないようにかもしれない。風邪はひかないように。これ再開しました、私。なます。おい。二度寝したということですかって書いてる人がいて面白かった。まあでもまあそうです。そういうことにはなりますよね。冒頭のシーンがあってから。冒頭の時に声なんてかけられないしな、本当に。かけられないよね。ちょっと鎖で繋いどきたいですよね。本当だよ。すぐどっか行っちゃうんだから。本当近づくほど離れていく女と絶対に幸せを諦めない女の話だな。ハンバーグ作ったから一緒に食べようって言ってんのに。そうこれなんかね。これいいですね。これいいね。出てきた。マイナスイオン中井さん。来たぞ。でもちょっと様子が違うよね、今までとは。ね、そうですね。あれって感じ。怒ってるもさないもめっちゃ怒ってる。こうだな。ここだ。ここなんだよな。また。ここよかったな。ずーっとさない切れてたな。もうブチ切れだったな。そらそうだ。直球だな。めっちゃ怒られてる。そうだよね。誰かさんが単位取れないから。そうですよ。早苗がね調べてくれてるのにね。ずっと心配して本当だよ。守ってきたのにもう。そうだよ。必死だよ。それぞれの優しさだよね。
でもね、ここで行っちゃうんだよね。これ結構ですよね。いやそりゃそういう顔になるし、もう束ねも何も言えないわな。ほんと、ストップストップも言えないです。言えないですよ。本当ね本当ね、さすがに玉ねも思うとこある。ストップしね。ああ、もう、どんどん闇落ちした服になっても。そう、めぐちゃん真っ白になってます。真っ白になって。ことはグローです。ここやばい。本当に嫌です。嫌です。音止めんのやめてくださいよ、これ。これ最高だよね。なんか心臓止まる感じするよね。えっていうね。そんな言葉で私が納得すると思う。いや、偉いな。勇気いるよね。もう低く声。いや、ほんと。ことは。もう。そうだろう。なんでだよ。引き離さないでよ。なんでこんなの傷つけちゃうの。音楽がまたもう。ねえ、Without Youいいですね。いいね、最高のタイミングで。はい。玉ねが。予告。いやー、7話の束ね好きですね。私も。最高だよね。はい。しんないな、誰ですか、こんな二人こんな道を二人に歩かせたの。いい言葉だ。こんな道を二人に歩かせたの。本当ですよね。誰ですか。目口だったら心ちょっと折れかけちゃうよね。ねえ、いや本当なんか毎話すごい強くなってて。そうなんだよね。あと2話か。あと2話だけど、2話ね、あれでしょ、最終話はまだ見てないんですもんね。私まだ見てないです。7まで見てるんだもんね。はい。最終話凄まじいです。そうですね。凄まじいね。拡大スペシャルですか。勘弁してください。やめて。いない煽りを。結構中井さんってポツポツと冗談言う系ですよね。ちょっとこっちが焦るっていう。いや冗談じゃないです。めっちゃ本気で。マジで。今日ずっと詰められてる。ポップコーン。確かに思いましたけどね。最初見たとき。めっちゃ好きじゃんって思った。いや私。誰よりガチ勢ですね。そう、なんか TVer のお気に入りと、なんかすごい急にわーわーってなってきてて今何が起きてるこれはありがとうございます本当に。なんかウェイボーでもちょっとねあれしたり。いやもう中国の人気凄まじくてねえなんかすごいみたいですね。このスペース全部文字起こししてくださってる。すごい。で中国の方からそういうコメントいただくんですけど、シーズン2お願いします。シーズン2ですってすごい来るね。
いや、もうできるかな。どうもう尽くしちゃった。でも愛していただいて、本当にありがとうございます。ん、本当に嬉しい。ありがたいです。本当に。でもなんかこう感想とかを私は結構チェックしてるんですけど、なんか嬉しかったのが特に6話の今回の感想が、なんか、それまでは割とこうドラマに対してとか役に対してのそうだったら6話ぐらいからこう自分を通しての感想とか、自分もこういうことがあったとか、なんかそういう感じにこう照らし合わせて感想してくださってる方とかがいて、自分的にはまさにそこを目指していたって言い方あれですけど、やっぱなんか最初はやっぱどっかファンタジーでなんかこう作品としてみたいな感じで見てたものが、だからやっぱ自分の人生に食い込んでくるっていうか、それ一番嬉しい言葉ですね。すごいだからなんかすごいやってよかったなっていうの感想を見て感じてました。もう作品を利用してこう自己理解っていうか、みたいなのが私は結構好きだから、よかったなと思って。嬉しい。ちょっと言葉少ないなっちゃった。あらま。なんか一生懸命茶化そうとしたんですけど、全然なんかもうずっと重りついてますね。もう途中からダメだ。でも6話見てまたね、1から見たらまたなんか全然本当ですね。ちょっと今1話見たら全然違いますよね。やっぱ目口って光も違うしな。勇敢の顔とかね。本当ですよ。っていうか中井さんはなんかどっちの視点ってこともないのかな。でもなんかどういう確かにそうもう束ねという関わり方はもちろんあると思うんですけど、いやなんかもう、まあもちろん束ねとしてはドラマは見てないので、普通に一視聴者として見てると、本当に忙しいですよね、気持ちが。なんか第1話は琴葉、第1話はめぐみちゃん目線だ、めぐち目線だったんですよ。そうなんだ。で第2話は琴葉目線で見て、なんか無意識なんですけど、3、4、5、6はなんかどっちでもない感じでしたね。それは2人を俯瞰して見てるような感じですか？なんか俯瞰というか、まあなんでしょうね。何ですかね。でも1話でごめんね。すいません。いいよ、俯瞰はだんだんできなくなってくるじゃないですか。回を夜を重ねるごとに。そうですね。いい言葉だね。すごいですね。やっぱ言葉遣いっていうか、さっきからずっと思ってましたけど、その言葉を操る方ですよね、中井さん。本当にね。本当。いやでもこのくるみの第6夜みたいな。やで合ってるんですか、あれ。矢のつもりでやっております。はい。言い方すごいいいですよね。ありがとうございます。上浦さんが考えてます。すごい。さすがだ。そんな急にありがとうございます。さすが、本当赤いバタ考える人ですね。急に来たぞ。私のでもねなんかあれが青い花になったと思うとねいいんですよね。
ちょっとね、赤い綿のまま行ってたら終わってました。ちょっと作品が全然違う感じ。いや、本当夜っていう言い方がすごい合ってるなと思いますね。でも夜重ねるごとにあれですね。ちょっと余裕なくなってきますね。余裕がなくな、見てるこっちも余裕なくなってくるし。本当ですね。嬉しいな。だから夜が怖いってさっき琴葉ちゃんが言ってました。ね。確かに。夜が怖いんですよね。そうです。でもそのバキッとした明るい家はあんまないですよね。確かに。光の作り方とかも影を多めにしてるんで、やっぱ最後の6話の手を離すところも校舎の中全然明かりつけないで逆やって、顔見えなくていいよねみたいに言われていいです。なかなかないですよね、ドラマでね、顔見えなくていいですって。それで OK してくれんのかね、上村さんは。もうね、この最大限の表現で江田さんが取り組むのは分かってるので、そこに最適ならいいやという気持ちでした。ありがとう。普通こうもうちょっとさ、明るくしてとかがまあドラマとかはねあったり、映画館で見るとかだと暗くしてもさ。そうなんですよね。映画とねドラマの違いはやっぱその周りの環境がまあ明るいですからね、本来。だからテレビが暗いとまあ見えない。見えないから明るくっていうのを暗くしていいよって言ってくださったんで、相当落としてます。やっぱ照明技師の方も顔が暗いのが好きだから、まあそこは結構解釈一致で、どれだけこう何を見せないかをしてたから、それは顔っていう視覚的なものもだし、感情みたいなものも見せないで、こう見てる方々に取りに来てもらうっていうか。本当ですね。ね。でもあれだな、多分確かに部屋暗くしてたり、本で見たりしたらまた違うんでしょうね。でも全然違うと思う。ね。いつもオフラインとかもちょっと落としますもんね、電気。そう、真っ暗の中で見てたね。ね、そうですね。だし、やっぱりその分、そのさっきの歩道橋のシーンとか、なんか2人って一番結構きついところだったり、スナードってとこほどキラキラを作ってるというか、あえて予感がしちゃうよね。声のトーンでも予感がしますよね、2人の。本当そうですね。ずっとなんか幸せそうでも予感があるんだよな。いや、そうなんだよね。やっぱこの予感をすごい大事にしたかったんで、なんかこう普通の定理から外していくっていうか、キスシーンとか大事な告白のとことか絶対寄りたくないって言って引くとか、なんかそれだけでペース乱されるじゃないですか、見てる側って。あれみたいな。なんかね、それがやりたかったし、やらせていただいたのはありがたかったですね。中井さん人気だな。ね、ベストキャスティング。書いてた。そう思う。本当そう思う。季節して。ね、さすがにね、主演2人はちょっと難しいしね。ここはね、ちょっと将来、登録は、子供に恵まれたら、束ねという名前をつけたいですね。うわ、おら、すごっ。すごいじゃないですか。めっちゃいい名前ですよね。いいね。だよね。束ねだもんね。束ねすごいですよね。その通りだよね。そうですよね。ね。でもやっぱ名前って結構自分の人生を担うなぁとは思ったりしますよね。なるほどね。それ、あれ言ってましたもんね、初めのね、時も。なんか、名でこう、
そう、千と千尋の話の時もねそうなんです。やっ言ってました。ぱり、名前呼ばれて自分っていう存在を一番認識できるものじゃないですか、生まれた時から。だから母が言ってた、名前は呪いって言ってるけど、呪いにもなるし、なんかこう魔法にもなるというか、私は結構人の名前を考えたりとか、その作品作る時とかですけど、すごいいつも悩んじゃうんですよね。この名前をつけちゃうとその子が決まっちゃう気がして、簡単につけられないなみたいな。ある種呪いでもあるなと思うし。本当そうだ。ね、私は子供目声がわかりませんけど、ちょっと犬には慎重につけていただきます。急に。ちなみに上浦家のワンコはなんて名前ですか？はい。これマジ恥ずかしいですね。これ知らない。マジ恥ずかしい。これ私スターウォーズ好きなんですよ。あ、そうなんだ。はい。で実家の犬はルークで。おーい。同じ誕生日に生まれたばあちゃんちの犬は、レイヤだったんですけど。結構かっこいいね。新しくやってきた犬は急にリリーになりました。なんだってなんつった？リリー。大事なとこ聞こえなかった。はい。もう恥ずかしいんであんまり言いたくない。レイにしようと思ってたんですけど、ちょっとレイとレイヤが被るなっていうので、確かにね。リリーになって、ユリっすね。っていうね。急にすいませんでした。はい。なんだっけ？次はヨーダって書いてる人やばい。ちょっと犬にヨーダすいません。でも実家で飼ってマスター時代すぎ。はい。犬が顔しわくちゃでヨーダに似てたんでヨーダって呼んでましたね。あ、すごい。呼んじゃった。マスター時代の顔なんて言って。ヨーダが一番強いですからね。そうですよ。マスターヨーダ一番強いですから。いざという時はやっぱ現役より強いっていうね。確かに最高だよな。絶対に需要がないですね。このスターウォーズ。束ねってつけようじゃあ次。私束ねいいね。すごい。皆さん名乗ってくださってる。名前の違和感って私ありますけど、ずっと実は自分の名前に。おっしゃってますよね。はい。絶対違う子についた方がよかったなって思ってるんですけど。そうなんだ。優香は優香に納得してます？いや、私、名字がちょっと珍しいじゃないですか。確かに。珍しい。やっぱみんな、あと2文字呼びやすいから、多分みんな枝ちゃんって呼んでくださる。確かに。枝監督とか。これでもすっごいわかりますね。なんかどっちで呼ばれるかって結構その人のなんかあれを表してますよね。そうなんですよ。だから私の下の名前を呼ぶのって多分家族と地元の友達1人とか、下の名前で呼ばれることがほとんどなくて、なんか自分はなんかこう違和感はあります。下の名前で呼ばれると。だけどその漢字の字面が枝に優しいに花だから、このバランスはしっくりきてますけど。いや確かに綺麗な名前だな。でも下の名前は私もしっくり慣れてないっていう感じなんですかね。中井さんってどっちで呼ばれるのが嬉しいんで？多いですか？多いと嬉しい。多いと嬉しい。そう、どっちだろうな。なんか、どっちでもいいですけどね。すごい。違います。今日やっぱこうなかなかハマってないっすよね。いや、そんなことないです。大好きです。最高だな。まで全然つかめないな。そう、心がもうぐちゃぐちゃなんですよね。振り回されてる。振り回されて。でも、尾崎さんと、工藤さん、どっちも花がなんか、それ言ってましたよね。浦さんもだし。
そうなんですよ。枝さんもだしね。だからすごい花がみんなお花のね、ね。素敵ですよね。そうだよね。確かに確かに。やっぱ意識するもんなんですかね、名前のように生きようって。思うものなのかな。でも結構なんか周りの友達とかと、まあなんかそういう話になった時とかに、まあどういう感じで親がつけたかっていうのはそれぞれだから、なんかそのいろいろあるじゃないですか、画数とか音の感じとかもあるけど、なんか私の友達、その場にいた友達はなんかみんな本当に名前の通り生きてて、ちょっと面白かった。まんまだねみたいな。でも自分たちは意識してなくて、決まってたんかなみたいな。ちょっと面白かった。面白い。なんか個人名出しちゃうのマジであれなんですけど、一番笑ったのは古舘裕太郎がっていう役者がいるんですけど、なんか俺さ裕太郎っていうのなんか名付けてくれた人がいて、親ではなくて、なんかいろんなところに多分名前をどうしたらいいか相談しに行った時つけてくれた人がいて、その時は知らなかったんだけど最近知ったんだけど、何それ路傍の石ってあるじゃないですか。あれってこの石があることで他が輝いて見えるみたいな。古くんのその時の悩みが自分が輝きたいんだけど、なぜか古くんが関わる人とか古くんがアドバイスしたり寄り添う人がどんどん売れてくんですよ。こんなね、俺も輝きたいのになぜって言ってた時にみんなで宿命だって言って都合の石やって言って。まあ売れてらっしゃいますけどね。まあでもなるほどね。なんかでもそういう、でもそう捉えるっていうのもあるかもしれないですね。なんかそう。世界を。なるほど、名前の通りに生きてきてるんだ。まあそこからどうしていくかは。面白いですよね。面白い。ね。今まで私作ってきた作品とかって結構やっぱ名前いつもギリギリ最後まで決められなくて、入校前とかに決めて、オリジナルとかですね。やっぱすごく大事にしてますね。その名前で呼ぶっていうこととかがその子の人格になっていくというか。あとはなんかその周りの子がその子をなんて呼ぶかとか。束ねはめぐみちゃんっていうし、めぐみっていうし、めぐちっていうとかでも、もうなんか関係値とかいろんなものが見えてくるじゃないですか。なんかこれもやっぱり好みのしっかりしてんなと思って。先生さすがです。さすがですね。あ、なんかおさきさん伏線だって言ってたの。1時間前。伏線？聞く専門？伏線だって聞いてんだ。聞いてんだ。なんか昨日2人会ってたんでしょ？そう、昨日の夜会ってたんですよ。ねえ。なんかびっくり。突然、楽しみだねって言ってますみたいな。横ではって言ってますみたいな。インスタライブかなんかやってくれたらよかった。ね。でも、SNS 下手っぴ2人やから。かわいい。なんか仲良くしてて可愛いですよね。嬉しいですよね。嬉しい、本当に。絶妙な距離感なの、あの2人。そう。気づいたらめっちゃ仲良くなって。現場で早苗と束ねとめぐちは割と喋って、私ちょっと余裕なくてそこ見てなかった。いや喋ってましたよ結構。でもなんかそもそもそんなに日数がなかったのでっていうのもありますけど、会ったら普通にいっぱい喋ってました。3人でね席なんか並べて喋ってらっしゃる光景見ましたけど、どんな話してるの？どんな話するの？どんな話してたかな。なんかそれこそイチョウ咲いて
イチョウ咲いてた？なんか、はいはい。いや、イチョウでしたね。はい。イチョウって咲いてるって言いますっけ？イチョウ。ちょっとすみません。独特な表現だなとは思った。お花じゃないかな。イチョウが降ってきてたりしたんですけど、はい。降ってきたみたいなのはありましたね。会話じゃないよ。独特で。イチョウで写真撮ろうみたいな。で写真撮ったりしましたけど。よかったです。降ってきたって言ったのは誰だったんですか？いや、誰だったかみんなで言った気もします。みんなでね。イチョウが降ってきた。わかんない。言ってないかもしれない。私の言ってる幻想かもしれないです。怖いですね。怖い話。急に話。でも仲良くしてました。本当ですか。はい。大学の授業の時もね、結構3人話されてましたもん。そうです、そうです。ね。プリンセスみたいな会話って言って確かに我々しもべがなんかこう、そうですか。本当に。面白いな。近いからでも7話ですからね。7、8でね。一応ミステリーではあるんでね。そうですよね。一応ミステリー。一応は忘れてて、一応。一応はもう引っ張んないでいただいて。ごめんなさい。私の滑舌が悪かった。そうですか。本当ですね。どうなるのか。まさに。7話からがね、あれですね。いわはね。そうでした。ミステリーでしたというような。そう忘れてました。琴葉ちゃんの名前が何なのか。いよいよ名前のね、ちょっと改めて書かせていただきます。名前とその過去に迫る回になってます。はい。ですね。すごいね。でもやっぱ最後までで、なんか結構6はボキって心折れるじゃないですか。目口側としては見てると。でもなんかやっぱこっからのね、最終話のね、目口のね、もうなんか名前の通りやな、この子はと。ほんと。本当に。頑張ってほしい。頑張ってほしい。来週の私、束ね好きなんで。私も好きだな。ね、大好き。ここがなんか私は言わせていただきますけど、中井友の本領発揮だと思ってます。ほら、うわ、褒められちゃって。褒められちゃって。返し方これしか知らない。褒められた時の返し方。いや、本当にでもね、もちろんそれまでの、お芝居も素晴らしいんですけど、やっぱここに来るための、あれだったなということの、現場で見たときに、さすがだなと思いましたね。本当に。私もベビワルのやっぱ宮地さんの印象とかも結構強かったですけど、本当素敵な俳優さんだなって思いました。7話の時に特に。いや、本当に。いや、でもその前も思ってたかも。もうマイナスイオンも浴びに行ってる。でもなんかね、お芝居としてのね、いいシーンがありますね。7話はね。おーっていう。あんまり言いづらくておーとか言いますけど。でもなんかざっくり言ってますけど。女優さんってよく言いますけど、その男だと思ってるんで、男前が女優だと思ってるんですよ。で、イケメンという、俳優さんはどっちかっていうと逆に女性的というか、ある種の美しさというものが魅力になるなと思っていて、で、だから女優見てるとなんか強い女だなっていうのとかを感じるとなんかすごいグッときちゃうんですけど、今回出てらっしゃるメイ4人の方は、いや女優だなと思いましたね。なんか男前っていうか。でもある種
女なんですよね。強いそうなの、女ってことそう、ですね。強い女なの。ちょっと男女で言うのあれですけど、なんていう、うん。人間として強いっていうんですか。うん。それぞれの強さが4人それぞれあって、ありますね。かっこいいですよね。みんなと思いね。ました。全員取り終えて。わかりますね、めっちゃ。ちょっと強さが出る回だな、来週は。いろんな人の。そうだね。それ回しなんかさ、その反対で村田も出てくる。村田は唯一その男というかなんですけど、その村田のある種女性的な部分というか、それも出てくるというか、なんかそこがくるみのおもろいなって思ったんですね。そうですね。わかります。名の通りね、のキャラクターだし。学ぶですね。なんかね、それも見どころだなと思ってるんですよね。ぜひ。あ、やばい。もう1時間半だ。大変だ。やりすぎちゃった。喋っちゃった。ちょっと間も多かったしね。喋れない間が多かった。確かにね。6話はね。そうですね。確かに、本当そうですね。またやりましょう。来週。なんか、いっぱい繋いじゃおうかな。違うか。そういうんじゃ。いいね。そういうんじゃ。最終はなんかみんなで見たら楽しそうなのに。確かに。本当です。大演談で。ねちょっと一回やってみますか。それ最高じゃない？やりたいですよ。それ面白そうですね。それ面白そうですね。もう誰がやってんだっていう。ね、誰が何喋ってるかわかんない。ああ、こう。そう、全部文字起こししてくれる。他人任せ。本当ですね。ちょっとじゃあ、獲得してみます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいね。全員が予定合う日がもう全然ないかもしれない。いや、確かにみんなお忙しいから。はい、忙しいと思うんで、ちょっとでも、やれる限りやってみたいと思いますので。いいね。はい。はい。じゃあ、来週まで、また皆さん、ちょっと6話、何度も見るのも大変だと思います。はい。たまには1話見てみたりして、3話見たりして、ね。そういうのかもしれませんね。ね。はい。また、来週、コルミのスペありますとおっしゃってる方もいて、なんかそう、なんかファンの方が言ってくださってるみたいですね、本当に。ありがとうございます、本当に。嬉しい。嬉しい。ありがとうございます。ちょっと、なんかこっちが聞きに行くと、あれかな、ちょっと怖いかな。確かに、ちょっと勇気いる。ちょっとね、ちょっと怖いですね。怖いと思ってくださっちゃうかもしれない。ここまで介入してくんのか、こいつらって。そう。ありがとうございますという気持ちでいっぱいお伝えしておきます。本当に。はい。海外の皆さんもありがとうございます。本当に。ありがとうございます。ということで、じゃあ、また来週ですかね。来週ですかね。ちょっと一生話しちゃいそうなので。ありがとうございます、中井さん、本当に。こちらこそありがとうございます、本当に。今日の今日で呼んでいただいて。ありがとうございます。こちらこそです、マジで。ありがとうございます。なんか、言っておくことありますか？大丈夫ですか？もう関係ない告知でも大丈夫です。けど。大丈夫です。はい。ありがとうございます、本当に。じゃあ、また、ちょっと機会がありましたら、そして、最終回タイミング、いきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。